実は8通りの光り方があるということで、これディーゼルモデルなのに電動化モデルのようなインターフェースが入ってくるっていうのが確かにすごくスムーズだなっていう感じはすごいしますよね。ブレーキバイワイヤーになりました。このストローク量っていうのがすごく増えてるらしいんですよね。はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井ゆきです。今日ご紹介するのはこちら、アウディの Q5 のエディション1です。7月にね発売されたばかりでエディション1という車が出ているんですけれども、これ TDI のですね150kW のアドバンストをベースにしたエディション1ということで、結構魅力的な商品になっている 48V マイルドハイブリッドということでですね、今日試乗とセットでお届けしていきたいと思います。皆さん今日も最後までご覧いただけたら嬉しいです。チャンネル登録と高評価で応援してください。車買ったら自宅で簡単コーティング、シラザン50。さあそれではですね、ちょっと今日はあんまり時間がないのでお急ぎでいきたいと思います。3代目になりました Q5 でございます。やっぱりねQ5 ってすごくですね初代から爆発的に売れたモデルで、もう今やですねこのアウディの中核を担う車になっております。今回このライトの前高が少し狭くなってですね、結構鋭いね瞳になったっていうのと、でこのインテーク的なところ、穴開いてんのかな、穴開いてますね。さすがここのねところがタイヤハウスの方に入ってるんですけれども、これがねガニッシュというかちょっと過色になっていて、エアロ形状ってあると同時にデザインのアクセントになっているというのが面白い部分かなと思います。またこれねグリルすごくないですか。なんかすごい堅牢な感じのグリルになりましたけれども、この前にですね実は、S6 かにイートロに乗らせていただいたので、こんだけ開いてるとおディーゼルっていうのを感じさせてね、めちゃめちゃいいなと思っています。やっぱりね開口してない車もやっぱり S6 って飛び道具みたいな車でしたけれども、やはりね実は私やっぱりまだディーゼルいいなと思ってしまうこの車に関しては、ちょっとその辺も試乗しながらねお話ししていきたいと思います。そして下のところはですねこのハニカムの柄になっていて、ここもしっかりと開口しております。このシングルフレームグリルもですね横広になってかなりですねワイド感を強調する顔になったというのがこの世代3代目のですね Q5 の特徴かなと思います。それではですねサイドビューも見ていきたいんですけれども、このように今回はですねSUV タイプをご用意いただきましたけれども、実はスポーツバッグもあります。で両方ともかっこいいなと思うんですけど、私はどっちかというとスポーツバッグが好きなので、このねルーフのところの傾斜はこれは本当に好みで選んでいただけたらとも思いますけれども、このリアのビューがすんごいかっこよくなったんですよ。でね見ました、このライトがですね全然変わっちゃったんですけれども、このライトも実は8通りの光り方があるということで、本国では割とこれ前の A7 とかからもこの光り方がね例えばドアが閉まる時とかウェルカムの時で変わったりとか、そういうことがあったんですけれども、この Q5 はですねその光り方が8通りになったということで、このライトも実はパッケージこれもオプションにはなってるんですけれども、すごい綺麗に光るのでちょっと光らせてみましょうか。はい、こんな感じでちょっとハザードつけてみましたけれども、普通にシンプルにライトをオンにするとこんな感じになります。一直線ねズバッと入りました。でこの前の世代だとリアコンビライトになっていて、ここはつながってなかったので、このようにシングルのね一つのモチーフとしてのライトっていうのがなかったかなと思います。あとちょっと私今日自分一人で撮ってるのであれなんですけど、ここにですねほらこのルーフのね下にね穴が開いていて、このハイマウントランプがブレーキ踏むと光るんですけど、ここに反射されて光るというような結構こうね間接照明的な感じの機能が入りました。でここに穴開けるとそうか間接照明になるんだふーんみたいな、なんか意外なというか盲点というかね、その手もあったか的な感じです。そして、このアレンザ履いてますけれども、やっぱりねアウディサスペンションも非常に、注目ポイントのうちの一つのメーカーだと思いますけれども、これ21インチもね大きなホイールが入っております。今回ですね、設定としてはメカサスになっています。なっているんですけれども、このメカサスの設定であとオプションでエアサスが選べるみたいなんですけれども、このエアサスじゃないメカサスの方もですね、非常にフレキシビリティの高いサスペンションになったということもありまして、乗り心地の世帯がね一つ上がりましたというお話を
していたので、この後の試乗で楽しんでいきたいなと思うんですが、全体的にこの子すごい、乗った瞬間にこれはちょっと欲しくなるなって思うぐらいの、そのアウディらしさというよりはもう高級な SUV としてのその洗練っていうのがねすごいありました。やっぱりこの車格になってくるとどの子もジャーマン3どの子もいいですね。結構私悩ましいなと思います。さあちなみにですね、こちらこのホーリングスは光らないんですよ。光らないんですけれども、光るホーリングスは S6 でご覧ください。こちら、ラゲージルーム開けていきましょう。これまた広いですよね。広いけどやっぱスポーツバッグほどの感動がないんですよ SUV はね。スポーツバッグってこう寝てるのとここが広いので割と感動的にねでか広って思うんですけど、普通の、SUV っていう感じです。そしてこれでパタンとできるっていうのはね、やっぱこれもねいい機能ですよね。こんな感じでパタンと、倒れますけれども、ワンタッチで後部座席のアレンジをこの後席の方からできるっていったような利便性もありますし、トノカバーもしっかりついているといったような感じです。でこの、A5 系列だから5のつくようなモデルの中で SUV にどこに利点があるというと、実はですねちょっと片手なんであれなんですけど、ここにシートのレバーがあってシートが10ミリスライドします。前後に行きます。でそれを引っ張るとこれぐらい前に来ます。もうシートのねこのサイドが見えちゃうぐらい前に来ます。ただこれ今私座って動かしたんですけど本気で結構重いです。こっちは特にですね64式の加藤になってて、この向こうのシートとこっちのシートは重さが違うので、こっちはね重い方のシートなんで余計にそうなんですけど、よいしょ、結構こんな感じでっていうのがないとしまえないぐらい、それの分しっかりしてるシートとも言えるんですけれども、そんな感じでシートは10ミリスライドするよと。でこれは居住性を上げるというよりは普段はこっちの一番後ろにしといてトランクルームを広くしたい時だけ前にしてねみたいな感じのイメージみたいです。なんであんまりねニースペースには影響ないかな。みんなだいたい後ろに下げて使うかなっていうような感じですかね。今キラキラって光り方変わったんじゃない？ちょっとどうやったら8通り変わるのかっていうのがちょっといまいちよく分かってないんですけど、ぜひ、販売店で見ていただきたいと思います。さあそしてインテリアでございます。さあインテリアはかなりシックですね。こんな風に黒一色で、S ラインが入っているのでシートとかはゴージャスになってますけれども、こんな風にですね、非常にシックかつですね美しい感じでございます。でこの世代になってくるとなんと、このようにですね電動モデルではない、これディーゼルモデルなのに電動化モデルのようなインターフェースが入ってくるっていうのがやっぱりねモデルの統一として美しいなと思います。で助手席のエンターテインメントシステムもちゃんとありますし、このインターフェース自体がですねQ6 とか辺と同じようなイートロンとね同じような言語のものが入っていて、ほぼ機能にその遜色なく使えていくっていうのもラグジュアリーブランドとしてのねブランディングなのかなっていうふうにも感じさせます。でこの上下ね切り落としたような変形のステアリングも入っていますし、世代としてねやっぱりブランニュー感っていうのがすごく出ているかなと思います。そしてこの辺ドライブセレクトがあったりとか、このシフトのボタンになったりとか、ここもあんまりね電動モデルと変わりないんですよね。厳密に言うとその配置が少し違ったりとかはするかもしれないんですけれども、この辺もモジュール化っていうのが行われているのかなって思わせます。でそれからこのねチーの非接触充電が滑り込ますタイプのね逆側に逆スラントで逆スラントスラントで滑り込ますタイプのやつで、ここに入るといったような感じです。でクロークボックスも結構大きいのが入っていると。でタイプ C が2つ入りますよといったような感じなんですね。ですよ問題はですよ、これ価格ですよ。じゃじゃん、ご覧ください。788万円というですねベースとしてはあれ安いじゃんって思わせるような値段なんですけれども、これにですよこの車の仕様で買おうと思うと1300万超えます。そうなるよね
これがだから例えばこのライティングパッケージね、8色に光るやつみたいなのが入っていたりとか、あとこれですよ、このねテクノロジーパッケージプロ、このディスプレイが豪華だったりとかね、ステアリングコラム、電動調整とか、シートシーターとか、ステアリングヒーターとか、そういうのをつけるとこんな値段になっちゃうのか。ベースとしてはすごいね安いなと思うんですけれども、なかなかの高額商品にやっぱなってきてしまいましたね。がしかしやっぱり走りはすごいいいので、ちょっとね走りに行ってみたいと思います。はい、今ですねそのアウディの音声アシスタンスをオフにしたんですけれども、このね音声のアシスタンスはものすごいちゃんとはっきりとアウディという言葉をですね認識してくれます。なのでインプレッションの時だけだと思うんですよね、これをオフにしたくなるのは。なのではい皆さんは安心して使っていただけたらと思いますよ。はい、すっかりちょっと夜になってきてしまったんですけれども、2009年に、第1弾というかね1代目が登場して以降3代目に進化しているこの Q5 でございます。2代目からの刷新という意味ではかなりキープコンセプトで来たかなっていう感じがするんですけれども、それこそ狙いだったみたいでですね、ライトのところが少しシャープになったりとかはした以外は長だけがですね20ミリぐらい伸びただけで、サイズ的にもそんなに大幅に変わらずですねこの車が出てきました。ただやっぱりその Q5 はそのミドルクラスの車なので ADAS などの充実とかね、あと装備の充実っていうのはすごく図られていて、後でねすごい走りが良くなったのでね、そここそが注目だと思いますので、ご紹介していきたいと思います。上に SQ5 があるんですけれども、そうなってくると3リッターの V6 エンジンが搭載されますが、ガソリンとそれからディーゼルの両方とものラインナップがあります。私が選ばせていただいたのが今日ねTDI ということでディーゼルエンジンでございますけれども、やっぱねSUV ってまだまだディーゼルの優位性日本ありますよね。私も自分が買うんだったらガソリンとディーゼルどっちも好きなんです。私結構乗り味で言うとガソリンなんですけれども、もう最近ガソリン高すぎるからディーゼルで選びたいなと思ってちょっとこれをね選んでみました。このディーゼルの、メリットとしてはディーゼルも 48V のマイルドハイブリッド化をされているってことなのですよね。なので、非常にそのディーゼルが苦手としていた、低速域であったりとか、中間以上のところのね吹き上がりのちょっとしたトルクの、立ち止まるところとか、そういうところをきれいにですね48V のバッテリーがカバーしてくれるというところがあって、今箱根のお山の方に向かって走ってますけれども、ここで乗る限りも非常にスムーズでパワフルです。ただ1個BMW とかと考えると少しですねこのディーゼルの音が割と耳に入るかなっていう感じがします。これね山で乗ってるんでもうしょうがないんですけど、しっかりと割とディーゼルサウンドは入ってくる。だからめちゃめちゃ静粛性が高いというわけではなく、割としっかりとその音はね入ってくるかなっていう感じはします。ただパッと乗り出してのこのトルキーな感じとか、それから頼りがいっていう意味ではやっぱいい車だなっていうのをね思わせてくれるような感じもします。今回このね48V のマイルドハイブリッドなんですけれども、システムが非常にユニークで、実はですねそのトランスミッションの後ろ側にねモーターを持ってきてるっていうものなんだそうです。でこれによりましてですね非常にトランスミッションとのそのマッチングが良くて、きめ細やかなですね変速のアシストをしてくれるっていうところがポイントになってくるということなんですね。で確かにこれ7速のトランスミッションと組み合わされてますけれども、その7速のトランスミッションとの息継ぎみたいなのは全くなく、本当に確かにすごくスムーズだなっていう感じはすごいしますよね。で、あとこの 48V のマイルドハイブリッドの特徴としてはですね実はモーターの走行域がほんの少しだけあるといったようなものになっています。これねマイルドハイブリッドでもねモーター走行域があるっていうものは
そうですね。例えばステランティスが使っているマイルドハイブリッドシステムとかもそういうものだったりします。その前に言えばあれですね、フィットとかに搭載されているものもそうなんですけど、それぞれにメカニズムは違いますけれども、このモーター走行域があることによってですね、低速からの進み出しですね、割とディーゼルっていうのは最初からドカンとトルクが出ますので、ここで扱いにくかったりとかちょっとしたギクシャク感っていうのがあったりするんですけれども、そういうのをですねうまくこのモーターの加速とつなげてくれることによってスムーズになりましたということと、それから高速域での滑らかさっていうのは先ほども申し上げた通りです。私がガソリンを好きなとこっていうのは逆にそこにあって、ガソリンってやっぱりねものすごい優れた内燃機関だなと思うんですけれども、ガソリンエンジンは本当に最初からものすごい滑らかなんですよね。このトルクの盛り上がりもその中盤以降にしっかりと盛り上がっていくっていうところもあるし、最初の進み方もすごくこうなんていうんですかね、ジェントルなんですよね。でそういったところのディーゼルのいわゆるお作法のお行儀の悪さねみたいなところを48ボルトがしっかりといなしてくれるという感じです。そしてですね、そのモーター単体で動くというかね、そのモーターの出力をそれなりに使えるといったところの利点としてはですね、実はアイドリングストップした時にもエアコンが使えるっていうところもメリットなんだそうです。やっぱりね、今年の夏みたいな時にアイドリングストップ結構しんどいって思ってた人多かったんじゃないかなと思います。アイドリングストップするとね、コンプレッサーだけが回るようになって、そのエアコン自体が止まっちゃったりとかしてすんごい暑いね、温風がブワーって出てきて熱みたいになっちゃうっていうことがないので、このモーターでね、普通にエアコンを使えるっていった利点もあるそうです。そして、この新世代の Q5 のメリットとしてはもう一つ大きなところがあって、この TPC っていうねプラットフォーム、新プラットフォームです。ですから見た目はキーコンセプトなんですけれども、割と中身全部新しいよといったところ、この ICE なんですけれどもしっかりと新しい技術が使われているっていうところで、このプラットフォームになったことによってですね、走りがまた本当に良くなっているんですよね。例えばこれFSP のサスペンションが使われているんですけれども、このサスペンションはダンパの中にサブバルブが入っている機構のものになるんですけれども、これでその路面からのコツコツ感みたいなのを小さなねコツコツ感みたいなのを取ってくれるっていうところにあります。これは結構効果的で、パッと乗り出した時に、例えばその街の中でね駐車場からパッと乗り出した時にいろんな継ぎ目みたいなのがあるじゃないですか。でそういったところであらいい車って直感的に思うので、ディーラー試乗の時にですね一番最初にその良さっていうのを感じる部分だと思います。今回特にね21インチの大きなタイヤとホイールがね入っているものをお貸しいただいたので、余計にですねこんなに大きいタイヤでこんなにしっかりコツコツ感がないんだっていうのを、この本当にアウディの良さっていうのをね実感できるようなサスペンションになってました。そうなのでこれ全部ですね普通のメカサスになってます。エアサスはね全て、オプションになっているのとSQ5 に、装着されるというものになってますけど、さっき言ったようにこのですねFSP のサスペンションがものすごく質感が高いので、もう全然メカサスで十分ってこれねスチールのサスで十分だなっていうふうにも思わせます。このねロールセンターとかも見直したそうなんですね。それによって、非常に振りの少ないですね、これだけね道の荒れた箱根の山からの、しかも今もう下り勾配に入ってきている中で、これだけ質感の高いねサスペンションになっているとすごいマジックカーペットライドとかではないですけれども、そういうのを求めなければ割とコンフォートなサスペンションなんじゃないかなと。で同時にスポーティネスっていうのも感じるので、これは好きな人多いフィールかなという感じもします。そしてちょっとねこれは好き嫌いがっていうかね好みが分かれるかなっていうところがですね、このブレーキがですねQ6 とかと同じようにブレーキバイワイヤーになりました。なのでこのブレーキのストロークが少し狭くなったんですよね。どういうことかというと、ちょっと踏んだら効くっていう感じです。でこのブレーキのストロークが狭くなったんでそこ気をつけてくださいって試乗の時に言われたので、めっちゃ意地悪な視点でインプレッションしてやろうと思ってたんですけど、もうねさすがなんですけどストローク本当に狭いです。ちょっと踏んだら結構効くんですけど、この効き感がカツンじゃないんですよ。でしっかりとじわっと効くし、その
いていく時のこう踏んだ時のですね、その足の動力とのシンクロニシティっていうのがすごく上手なので、しっかりと途中からフィードバックがあるんですよね。だから踏み始めた時からいきなり何のインフォメーションもなくてカツンって聞くんじゃなくて、しっかりとこう反力があって、その中でこう調節をしていけるっていうようなブレーキになってるので、ストロークは短くてもコントロール性はすごい高かった。これはね、うまい。ひとえにうまい。こういうのを、しかも 48V のね、マイルドハイブリッドで、これ結構そのモーターの力が大きいので、同時に回生とかも結構行ってるみたいなんですけれども、この回生の能力をつけてきて、これだけのコントロール性のこう少なさっていうのをつけると、ブレーキバイワイヤーなので、その設定っていうのは、そのメカ的なものよりは、いやーでもそんなことない。やっぱりうまいです。すごく上手だなと思います。さすがアウディ。こういうところはね、少し今意地悪な見方しようかと思ったけど、やっぱり上手だなと思いました。これむしろあんまり踏まなくてもしっかりとコントロールできるので、やっぱり優れた技術なんだな、うまく使うとブレーキバイワイヤーとは思いますね。でそしてですね、プログレッシブステアリングっていうのもついていて、これ本当に軽いやつなんですよね。軽くというかちょっとの打角でたくさん曲がれるみたいな感じのやつなんですけれども、これがついてることによってこれもものすごいね、鼻先が入りやすくなってます。実際ね、見せてもらったプレゼンテーションに関しましては、この車がスラローム、パイロンスラロームをしてるところを見せてもらったんですけれども、めちゃくちゃ細かく回れてるんですよ。でこれはやっぱりステアリングの反応だけじゃなくて、例えばそのプラットフォームが変わったこと、それからそのサスペンション、ジオメトリー見直したこと、いろんなことが、そのブレーキももちろんそうですけれども、アクセルのね、本当に 48V のマイルドハイブリッドの良さ、これと全部合わさってものすごい機敏な動作になっているっていうところも、一つね、ドライバビリティとしてもすごく大きな利点だと思うんですよね。だから今すごく大きな R をね、ぐるーんと180度回っていくような感じのシーンにいますけれども、こういったところでもその打角の想像と、それからロール値をあんまり多めに見積もって早めに切っていかなくても、勝手に車の方が鼻先をコーナー先に向けてくれるといったような良さもあって、SUV とは思えないような機敏な運動性能っていうのも確かに叶えてますね。ここは運転しててすごく楽しいというか、実質的な改善ポイントなので、ドライバーも乗っててすごくスッキリしてるポイントだと思います。ただ本当にその競合の、ディーゼルものと比べると、少しですね、音は入ってくるかなっていう感じは少しするんですよね。ここはぜひ競合の、例えばジャーマン3で今言ってますけれども、ここでもメルセデスと比べるとそんなにうるささっていうのは感じないかな。 BMW はちょっとねいいところにある気がするなそうだからね、実際問題話を伺うと、実はですね、このストローク量っていうのがすごく増えてるらしいんですよね。でストローク量が増えているのにもかかわらず、ちゃんと揺れずに収束させてるっていうこの足の作り方は、もう本当に足作らせたらアウディってうまいメーカー、上手なメーカーだなと思うんですけど、それこそがもう重いものをちゃんと動かすっていうこのヨーモーメントであったりとか、サスペンションの動きっていうのを電気自動車の大きいものからちゃんと得てるっていうところから、そのところに由来してるのかなって思うんですよね。だから本当に車の動かし方が上手なメーカー、そもそもねクワトロっていうものを作ってきているメーカーなので、そういうところのその話のストーリーの付け方が上手っていうところもあるのかなと思いますね。自分でできる簡単早くて効果抜群ダイヤモンドプラス、シラさん50です。